はい、こんにちは。MD ジャックです。この動画は前回アップした TRN TA1 のレビュー動画の2本目になります。ご視聴ありがとうございます。愛です。1本目では TRN-M10 KZZSTX との比較をしていますので、ご覧になられていなければ、1本目もご覧いただければ幸いです。1本で終わる予定で制作していましたが、この波形が気になったことから2本目を作ることにしました。経験上からの予測ですが、これだけの減衰がある場合、その上の帯域はこんな風になることが多かったからです。ジャックさん、愛にはちょっと難しいんですけど、ピンクの波形の形ってどう影響するんですか？ほんの一例だけど、簡単に言うと、ライドシンバルがビートを刻む音なんかが、アンサンブルの中で前に出てくるか引っ込むかの違いとかね。広域が存在感を持って、しっかり出るのかどうかってことで、ここが出ないとなんかもやっと、抜けの悪い感じに聞こえるね。ああ、そういうことですか。なんとなくわかりました。で、イヤーピースを別のものに付け替えて聞いてみたら、あれ抜けが良くなってるって思ったわけ。この時点で、TA1 ってしっかり広域が出るって分かったので測定してみようかなってことなんだよ。イヤーピースってそんなに音が変わるんですか？それが今回の動画のメインテーマなので、早速見ていきましょう。もう少し前置きさせていただくと、私の測定方法は我流で、参考にしたのは、同音管の容積計算ぐらいです。人の耳の外耳道の容積を参考にし、材質の吟味なども合わせ、20個ぐらい試作品を作り、今に至ります。同音管の見た目は悪いですが、木製で周囲に 0.5mm 厚の鉛シートを巻き、外装は絶縁テープを巻き付け、共振対策をしています。マイクはスペック上、20Hz から 20kHz まで測定できるものを選んでいます。で、同条件で測定したものを相対比較することでデータが意味を持ち、イヤホンの特徴を可視化してきました。イヤーピースはファイナルタイプ ESS サイズで、これを基準としています。いろいろなサイズで測定できればいいのですが、同音管の材質上サイズ変更が難しいので、今後改めて別の同音管を作成し、対応していこうと思っています。では見ていきましょう。15から20秒で画面を切り替えますので、必要に応じてポーズしてご確認ください。TA1 付属のイヤピニッシュは、ご覧の通りファイナル E と傾向が似ていました。付属のイヤピを否定はしませんが、交換した方がよりよく聞くことができるかと。今回測定はしませんでしたが、付属の低反発タイプのイヤピは、広域がしっかり出ています。長めのタイプの代表で試しました。これもファイナル E 同様の減衰です。線の細い広域は聞こえますが、やはり 6kHz 付近の減衰が痛いな。装着感が不安定に感じます。長いですから。同音管の素材としてこんなシリコンチューブを何種類も買っています。その中から実験用につけてみました。トリプルフランジのイヤピのような結果になりましたね。スピンフィットはもっと丸くなるイメージだったんですが、結果は違っていて 6kHz 付近の減衰は少なめ、10kHz 以上で一伸びしました。柔らかめなので好みで言うとちょっと外れますが、音質は見直しました。かなりいいです。6kHz 付近の減衰は少なめですが、ご覧の通り 8kHz 以上が伸びていないので、今一つ抜けがよくありませんでした。とはいえ悪くはありません。こういうバランスで聞きたい時もあります。これはスパイラルドット MS とほぼ同じでした。サイズが SS だからかもしれません。ただ、傾向が似たのはメーカーが同じだからなんだろうな、とは思います。スパイラルドットについては TA1 とのマッチングが今一つなだけで、実力はもっとあると思っています。短いイヤピの代表で試しました。これが意外と良かったです。ノズル先端からイヤピ先端までが短く、イヤピの影響を受けにくいことが良かったのだと思っています。スピンフィット CP145 に似ていますが、イヤピそのものが硬質な分、音がパリッとしています。好みの問題なので CP145 と甲乙つけがたいですが、私はセグナの硬質感が装着感含めて好きです。全部を重ねてみるとレベルの違いはありますが、 2kHz まではどれも同じようなカーブを描き、大きく変化するのは 4kHz 以上のように見えました。帯域特性は相互に影響し合っているでしょうから、低域の聞こえ方も広域の影響で実際には変化していない場合でも変化していると感じることもあるのかなと思います。減衰がファイナル E に似ていたものと少なかったものに分けてみました。なんとなく傾向がつかめるかと思ったのですが、今回の趣旨はそこではなかったので、これでよしとします。では、瀬戸内ヤーフィットライト SS を装着した音質比較動画をご覧いただき、その後まとめに入ります。
イヤーピースの音質変化は想像以上で 2kHz ぐらいまではレベルの変化はあるけれど、カーブそのものの変化はほとんど見られず、4kHz 以上からの変化が大きく、イヤピでの音質変化は広域に集中するという風に見えました。付け替えて好印象だったイヤピはこれで広域がしっかり聞こえ、もやっとした感じが取れたものです。これは別格という表現をしてしまい、ちょっと大げさでしたね。音の広がりは空間の広さという表現でお伝えすることが多いですが、今回はその空間の外側に新たな空間ができました。それが 10kHz 以上の部分です。ここでの伸びは明らかに今まで響いていた空間の外側にある感じがします。広域でのシンバルの響きも存在感は十分なのに、メロディーやアンサンブルを壊さない位置にいてくれます。バッドメセニーのミヌアノという曲でよく確認しますが、この響き方は初めての感覚に近かったです。ナイス HCK の NX7 マーク3も同じような感じでしたが、今回の方がより明確でした。TA1 がどんな方におすすめかは、愛ちゃんご案内よろしく。はい。装着後の安定感は少し不利。音質の傾向がフラット寄りで落ち着いた感じなので、強めの広域がお好きな方はスルーでいいかと。鋭い広域は苦手、でももやっているのはちょっとという場合には合うと思います。イヤーピースの変更をお勧めしつつ、この価格帯でこの音質は買いだと思います。ではジャックさんお返しします。はい愛ちゃん、ありがとう。こんなマニアックな動画にお付き合いくださり、ありがとうございました。次回は、6BA ハイブリッド対決が2つ続く予定で、ニューモデルも登場します。ということで、TRN TA1 のレビュー、フェーズ2でした。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方は、ご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で、ご視聴ありがとうございました。